い、こちらがですね、6月に描いたイラストです。これだけ7月またいじゃったんですけど、6月の絵ということで換算させてください。6月はパステルカラーをメインに制作を頑張ってみようと思って、パステルカラーのね、イラストを制作しました。一番最初に描いたのがこれなんですけど、これを描く前にデジタルラフを作ってからアナログに書き起こすっていうのをやっていました。今までもうパステルカラーっていう色はすごい好きで使ってはいたんですけど、これだけパステルカラーに全振りして描くっていうことがなかったので、今回の制作は勉強になったなぁと思います。この子はラベンダーの子ですね。個人的には一番この子が気に入ってます。これがピンクの子ですね。ピンクはもともとすごい苦手意識あったので多分苦戦するだろうなと思いながら塗ったんですけど、やっぱりちょっと難しかったです。結果的にね、すごいいい色にはなったんですけど、この子だけ蛍光色を使ったんですよ。蛍光ピンクを使って描いたんですけど、その蛍光ピンクが結構いい感じに映えてくれて良かったなと思います。蛍光ピンクに白を混ぜると、サイドはそこまで落とさずに可愛いピンクができるので、すごい楽しかったです。ぜひ皆さんも蛍光色を白で薄めて塗ってみてください。めちゃくちゃ可愛い色が作れます。黄色は普段から割と描き慣れた色だったんで、そんなに苦戦することもなく、足色でこの辺に水色入れたりとか、最後の子だけ遊んでみました。他の子は基本的に明るいところはピンクを入れてたんですけど、この子とかちょっとね、薄いピンクが入ってます。ちょっとこの子だけ爽やかに水色で統一させてみました。これをね、描いてみてよかったのは、コントラストをめちゃくちゃ落として描いてみるっていうのを今まで意外とやったことなかったなと思って、それができたのが楽しかったな。勉強になりました。この普段はね、元のアイラインとか結構濃い色を入れちゃうんですけど、今回はぐっとこらえてグレーっぽい色にしてみました。なので全体的に濃い色を使わない縛りみたいなのして塗ってみました。この子はね、ちょっと他の色に比べると若干濃いような気はしてるんですけど、トーンとしては全体的に淡くできたんじゃないかなと思います。で、あとはファンアートですね。ファンアートもパステルカラーで描こうと思って淡いパステルトーンで描いてみました。最初にこれもデジタルラフで淡めのラフを作って色を塗りました。今回この絵の時にちょっと試したことがあって、背景の明るさと人物の明るさに差を出すためにいつも同じ色で全部一色で塗っちゃうんですけど、今回は背景と人物で下塗りの色をちょっと分けてみました。背景は明るい黄色で人物はグレーで塗るっていうのをしてみたんですけど、これがね、意外と良くてですね、人物を暗くしなきゃっていう感覚を持たないまま普通に塗ってるだけで背景と人物の明暗の差がついて結構描きやすかったです。最初にグレー置いちゃうのもいいなと思いました。ちょっとね、グリーザイユっぽい組み立て方なんですけど、すごい良かったなと思います。服の模様とかも頑張って手描きしました。あとはここのグラスとかはすごく楽しく描けました。全体的に楽しかったですね、この絵は。淡いトーンでまとめてたからか、楽しく描けて大きな絵の制作だったけど、あんまりしんどいってならずに楽しく描けた絵だったなと思います。こんな感じで6月はパステルカラーの強化月間ということで頑張ってパステルカラーを描いてみました。いろんな人に可愛いって言ってもらえてすごく嬉しかったです。こちらのね、
イラストのメイキングとかは配信のアーカイブに残ってたりとか、ショート動画に上げたりしようと思ってるので、もしよかったらそちらもお楽しみにということで、6月の制作でした。